皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。パシッボヨヨヨヨイ。Oh, yeah, my precious. はい、始まりました。マジでわからん。全くわからへんかも。これ初かも。わかんないのがお前が分かりやすすぎるってめっちゃ文句最近言ってたから。かといってわからなさすぎてもあかんやろ。じゃあもう一回ヒントあげる。はい。見えない人はちょっと勇気何やってるか一回言ってみんなに。何やってるかがわからへん、ね。頑張れ。なんかを揉んでんねん。俺たちのコンビ名考えて。ケツを揉んでるんですか。 My precious. お尻を揉むのがすごい幸せなんや。かぐな。My precious. 私の幸せ、嬉しい幸せ。お尻叩いてるの嬉しい。My precious. No, my precious. めっちゃお尻好きな子にしか見えへんねんけど。そうやったらもうダニエルやん。ちょっとわからん。今回はちょっと、もう私の回答はもう誰にもこのお尻を渡したくないって思ってるぐらいお尻が大好きな子。合ってる。その理由付けは理由付けはって理由はあってんねん。完璧じゃ。俺の演技がすげえな。で、なんやねん。ロード・オブ・ザ・リングズのシミグル。私ロード・オブ・ザ・リング見てないねん。指輪を誰もに渡したくなくて俺のものにでやるんや。それをバドンガドンクでやってた。じゃあもしかしたら分かった人はおるかもしれん。いや多分すぐシミグルっていう人もいると思う。ロード・オブ・ザ・リングを見てる人は絶対知ってんねや。まあでもロード・オブ・リングズ見てないやついる？いる。いやお前いろいろアバターも見てない。アバターはどっちでもいい。なんでな。ロード・オブ・リングズはlike 人生考え直してこい。違うで、私はまだ楽しみがあんねん。これなんかまいたちさんのネタみたいになるからなあ、ポイントカードのやつ。ジェットトロ。いやそうだ。そうまあでこんなんでもうお前3分ぐらい経ってんで。OK。こんなものに時間を使うな。いやお前が当てられねえからこうなったんだろ。違うわ、こんなクイズが始まったからじゃ。それは俺のせいか。いやじゃあこれでまた長くなるから。今日はねちょっと話したいなと思ったのがさ、そのダニエルも日本に来て、何年ぐらい経ったんだっけ。10年ぐらいなるやんか。Yeah。だからさ、そのいっぱいこう文化の違いをね、日本とのアメリカの文化の違いとか話したんだけど、なんか他の国って行ったことあんのかなと思って。Yeah。その旅行とか、住むもあったらあれやし、他の国とかにその旅行とかでもいいから、今も俺まだ旅行してるよ。長すぎやろ。日本のビザどうなってんの。心配になるわ。俺中国人と同じなの今。やめてねえ、本当にちょっとそのビザ問題はいろいろあるからやめて。でもアメリカ人はいいんだ。いやそんなことないよ。迷惑かけるやつはみんな出てってほしい。OK I see。で他の国行ったことある？他の国って国的にYeah。住んだことは？住んだことか。まあなんか1年とか2年とか短い期間でもいやない。じゃあアメリカからもそのまま日本。でもアメリカの中で引っ越しててさ、ほぼ別国の感じる時はいっぱいある。いろんな州住んだことあるから。州がすごいもんな、その州ごとで。Yeah。それは like Arizona、Connecticut、then Colorado。その3つ全然違う。その3つしかも。同じ英語話すんだけど、ほぼ景色とかそうか人間とかもう毎回その3つ結構差があるから。アリゾナはだってあったかいとこやもんな。もうあったかいっていうか砂漠だよ。ごめんなさい。But anyways、国はカナダ行ったことある、メキシコもちろん行ったことある、イングランド、イギリス、Yeah、Germany、ラクセンブルグ、ベルギー、フランス、めっちゃ行ってんなでも。韓国も行ったことある。はいアジアは。でもアジアは日本と韓国だ。But yeah、それ旅行で？ヨーロッパ、Yeah、ほぼ。
いやいやいや。結構行ってんねんなでもな、ゆうきは何国行ったことあるの？私もでも結構行ってんねん。バックパッカーをほら日本はカウントしてないよね。してないわ。住んでんねん。いやお前日本のこと知らなすぎて俺も同じ外国人の目で見てるからもう。そんなこと言ったら日本中外国人だらけやわ。日本のこと知らんやつばっかやねん。悲しいぐらい自国への愛国心が少ない国やからな。みんな巻き込むな。結構多いんやで。でもちょっともっと勉強好きやからもっと知らないとあかんなとほんまに思ってる。それはでも逆に言うと、今こうやって喋ってるからってのもあるけど、そのいろんな国行ったから思ったっていうのもある。そのまず、韓国最初旅行行った時とか、カナダに1年留学しててな、それの時にもなんか全然自分の国喋られへんかったし、その言ったバックパッカーしてた時、ドイツでさ、なんか若者たち同士でちょっと飲んだりするねん、その宿にさ結構バックパッカーの宿って下にバーついてたりするやん、ついてんねん、でそこ行ったらちょっと一緒に外のアップルバインだから飲みに行こうぜみたいなで行って喋った時にめっちゃみんな自分の国のこと話すのよ。なんかそれの時に何も言われへんくて、いやこれは英語話せないからじゃなくて違う英語はちゃんとそれなりにコミュニケーションは取れてん。別にそれうまくはなくてもコミュニケーションは取れるから。なのにちゃうねん、話されへんくて。お前も外人と同じサムライ忍者寿司天ぷらって外国人やお前でそれに対して別に責めたりはせえへんよ。みんな責めたりせえへんけど、なんかちょっと恥ずかしいなって思ったことがあった。でちなみに、今言った寮で集まってちょっとこれ飲みに行こうぜとか、外国人のあれは何と思う？今全部何も分からなかった何言ってるか何言ってるか分かったみんな俺ユキが何も言うまでには俺ちゃんとめっちゃいいかっこいいうまい日本語使ったと思ってた本当に絶対今聞いた人何言ってるか分からなかったって。出てきてる日本語は正しい日本語やねんけど組み合わせがひどかった。やば OK もう一回旅してる時に、泊まるローで下にバーとかみんな集まって、ちょっと飲みに行こうぜとかの、集まる場所とかやるやん、それは日本で旅してたら、この集まる場所はどこと思う？それに変わることだよな、じゃあと伝わった結構ある日本にそんな場所すぐ言ったらなるほどってなるよ。コンビニ合ってんねん。だからこうなんねん。なるほどな。今すごい風に落ちた。納得して分かった、でしょ。いろんな人と会ったりそこに集まる酒とかを買いにそこに集まってて、ちょっと飲んでたら他の国の人たちもそこに来て、でそこでいい友達を作ったら固まって店行くの。なるほどね。だからいっちゃん最初のミーティングゾーン。分かった全部売ってるやん。確かに外でも飲めるやん。で一番最初に行くわ。でしかも先についても損ないし。なるほどな。で分かったからといってたまられんのは許されへんけどなんかやっと日本人が認めてこれから変わるぜかと思ってたけど変わりません。鬱陶しいもん鬱陶しいけど、なんか理由は分かったからちょっと納得した、Okay. なるほどね。So you said 韓国、カナダ、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、ポルトガル。スペインいいな。ご飯めっちゃ美味しかった。ポルトガルもいいな。すごい景色良かった。その2つってことね。でルクセンブルク行ったらベルギー。俺も OK。チェコ。めっちゃ綺麗ってみんな言う。本当に私一番街中歩いてて幸せを感じたのはチェコ。OK。と、モロッコとイギリスとかとか。やっぱバックパッカーをしてたからヨーロッパを回りたかったんや。ほんでいっぱい回ったからこうやって今国数は言ってるけど滞在時間は短い。前のエピソードでこれの話つながるけど、どの国バックパッカーした時に、どの国あたりでビデオしてた？ビデオじゃないって。ポーティブルビデオ。ウォシュレットやろ。ポーティブルウォシュレット。ウォシュレットはどこら辺で諦めて捨てた？ドイツでは使ってたやろ。OK。どこかな。モロッコかも。一番必要
あるっぽい場所だな。水がないねんもん。もうローディングもできないんだね、これを。そうなるほどな。だってモロッコさ、その砂漠に行ったんや私は。サハラ砂漠にな。でもなんかめっちゃ困ってたらそのビデの水飲めばいいやん。だから井戸はあった。井戸があってそこの水を入れるのなんかあれかなと思って。もうしゃあないわと思って出すもんは出すって。Okay. ダニエルもその旅はしてたやん。今もしてる。これ旅中まだ行き着いてないんや。Yeah. まあ人生という名では正しいかもしれないけどね。でも俺めっちゃ面白い。またイントレスティングね。自分で面白いふりするか。全部自分で言うやん。俺ね、アメリカ人友達同士で旅行は行ったの。でそれって外の国からとしたらアメリカ人に 見られてるじゃん。まあそうやな、アメリカ人として言ってるしな。そう。でそのイングランドとかメキシコとか韓国はアメリカ人同士で遊びに行ったの。だけどその扱いもある、アメリカ人として外からは。基本嫌われてんね、アメリカ人。そうなの？まあ例えばイングランド行った時はfucking Yanks とかなんかもうアメリカ人は俺たちイギリス人の下のやつらって見られてるから、イングランドの人たちからは。でも確かにちょっとだけ一緒挟むな。そういえばカナダのリュックにカナダの国旗をつけてる人がおって、なんで自分のそのカナダのやつつけるんですかって言ったら、アメリカ人と間違われたくないからって言ってたわ。言ってたわ。それ全然俺もそれ知ってるよって。そうなんや。そうだからアメリカ人ってその態度でかいうるさいバカはそのステレオタイプ今も大統領のもうちゃんとエグザンプルあるやん。リプレゼントみたいな。だからその外出たらもうイギリスはもうフランス人とか結構まああるよな、その隣国同士でな。だけどそのお酒一緒に飲んで仲良くは最終的になるんだけど、ステレオタイプはもうアメリカ人もなんかなんか第一印象な、ファーストインプレッションやっぱそれがどうしても入っちゃうよな。だからそれは慣れてたの。だから自分から聞かれなければ自分でアメリカ人とは言わないね。なるべく隠しとくね。でヒゲをちょっと濃くしてもうメキシコ人とか言ってたぐらい。で、日本引っ越してきてレッドブルと仕事が入ったのが、それよな、旅してた。レッドブルジャパンとして日本チーム3万セルできて、そのヨーロッパに行って旅人の企画行は合ってた。いやdamn thanks あれやんな、3人組でさ、あれレッドブルと物交換して旅するっていうな。そうどっかに降ろされて、お金とか携帯を取られて、レッドブルのみでどこまで旅できるか。めっちゃおもろそうやけどな。で俺は日本チームとして代表行ったの。そうやかんな、そうやな。そうだから俺たちは全部レプレゼント日本の感じでどこまでいけるかで、レッドブルもそのレッドブルアメリカもいたし、レッドブルドイツもいたから、そのチーム国のチームがいっぱいあって、日本人チームright? だから聞かれたら俺もJapanese right? これは初めて俺旅行っていうかこの別の国トラベルしながら、日本人としてどう見られてるかを感じれたの。ずっとアメリカ人として感じてたよ。そうか。でそのアメリカ人嫌いが日本人として旅行したらめっちゃこんだけ愛あるんだって感じた。ちょっとそれもなんかいろいろ思うことはあるけど、めっちゃレアな体験じゃない？それすごない？なんか日本人こんだけ外からリスペクトもらえるんだって。私たちは日本人としてしか旅したことがないから分からへんけど、前のlike fuck you American がNintendo Switch に変わったの。なんかあんま喜んでいいか分からんけどそれ。いやなんかすごない？だからその感動がすごすぎる。そんなこと経験できる人あんまおらんくない？でもなんか日本人嫌いな人って俺会ったことないもん。外の国として。アジアは多分ちょっとライバル的な目線があるから多分あると思うけど、そこ出たらさ、なんか日本から出てるものが全部かっけえから。
クオリティはそんな悪くはない。確かにちゃんとしてるものが多い。みんなガッツィラ大好きだし潰すやん。ゴジラを全部潰していくやつやけど。でもリスペクトはするじゃあなんかな、それ同じあれじゃないけど、留学してた時に部屋を借りるの、アパートメントとかを、の時にめっちゃ日本人は部屋決まりやすいっつってそのお前らほんと靴脱ぐし風呂入るし綺麗に物使ってくれるからって言って、私日本人ってもうじゃあ全然来てって言われておやったわと思ったけど、それは確かにあるけど、なんかまあこれはなんていうの、私たちが喜んでるばかりじゃなくてさ、ちょっと舐められる部分でもあるよなと思ってさ、英語喋られへん人多いからバカにされたりもするし、だけどその交換は別にバランス結構いいと思うよこっちのいい風に扱ってもらえる方がいい、確かにな。すごいな、いやちょっとでも羨ましいかも、そんな経験ができるのが。両国のそう、だって私はもうどうやったって他の国の人としての扱いって難しくない？まあ一つやり方はあるけど、もう勇気が多分もう70歳ぐらいになってる。何？英語をもう完全にペラペラになって、アメリカ人と旅行したら混ぜられる。確かにな、その発音にもアクセントなくてみたいな。無理、アイスクリームって言っちゃう無理だなアイスクリームみたいな無理やわ。そのヨーロッパで日本チームと、いろんな移動してて、ジャパニーズだったらめっちゃもう道路から急にお酒くれたりパンとかくれたり、なんかそんなにいい思いすんの？びっくりした。日本人こんな愛されてんだ外から。でもそれってさ、俺がアメリカの扱い知ってるからその差が見えるやん。まあ確かにアメリカ人にそんななんかlike fuck you ってが多いから、確かにね、本当になんかちょっとうるさかったらもうアメリカンズもう出ていけ。だから日本人がうるさかったらもうちょっと静かにしようねがダウンしてねぐらい全然違くて、で物くれんの信じられへんの、俺たちもレッドブルで旅してたから結構いろいろ困ってたの、途中でね、なかなか交換してくれへんかったやん。そう、で確かルクセンブルグ、ごめんね、日本語読みさせていただきます。ものすごいちっちゃい国なんだけど、そうヨーロッパにあって、でそこで、俺たちも方向もちょっと迷子になったり、どこ行けば次のヒッチハイクできる、車がよく止まってなんか乗せてくれるそうな場所もインフォメーションを人と話してたり、でめっちゃ優しい白人のおっさんに手伝ってもらってたの、ずっと。その国で？もう自分の地図も出したり、お前ら腹減ったらパンもくれたり、もうなんかこのおじさんもうオーバーで優しい。俺もなんか心が、もうなんか泣きそうだったの、自分も。全然交換してくれない。まあその国にもよるしな、ちょっとそのお金持ちの国やったりするしな。でその人はルクセンブルクだったけど、ドイツ人だったの。その仕事がルクセンブルクにいただけで、本当はドイツ人。通ってはんねや。そう。これも不思議やな、ヨーロッパのな。そうで、もう全部もう本当にありがとうございますってさよならっていう時に、そのドイツ人がlike Hi Hitler ってやって、第二戦争のアライズのイタリア、ドイツと日本の本当めっちゃ差別のやつだったの。びっくりするやん、めっちゃ怖いやん。スキンヘッドのナッツのサポーター。俺も俺もなんかパン食いながらこのパン食っていいのかなっつって、もうなんか思想も一緒に食べてるみたいになるやんな。さっき急になんか日本人はこう扱いされるんだ。それは珍しすぎるから。だってそんなことないから。ほんでまだその協定あんの？そうだからまだこの人はそれで日本人が好きだったの。なるほど。これまあ日本史を勉強してたりしたらちょっと分かる。日独伊多分三独何やっけな、日独伊三国同盟かな。The Alliance, the Allies っていうの。多分な第二次世界大戦の時の国のつながりな。その3つがドイツ、日本、イタリア。はい。日独伊。OK。
But すごいな。すごいな。まさかそれもうやりたくない。やってても気持ち悪いんだけど、それが来て I was just like 本当腹減ってたから今までのなんかご音全部バラバラバラって崩れていくな。いや本当に優しかったしゃあないな。でもまあ優しさに嘘はないからそこのそれがたとえ偽善だったとしてもそれは善や。なんかなんていう偽善って英語でなんて言うんだっけ、俺が日本語わかんない嘘の優しさ。ああヒポそれはカバヒポポもうちょっと忘れたけどなんかまあでも元の気持ちはねダメかもしれないけど、やってもらった優しさは嘘じゃないから、yeah. そこだけ受け取ろう後ろは見ない。もう後ろ見ない OK うん OK やっぱ外国で受けた優しさってさよりしみるやん。Yeah なんかあるやん、mm-hmm. すっごい感じるよ私もそれ、トロントに留学してた時に、家をさだいたい$400ぐらいとかでみんな住むんやけど、で最初ちょっとなんか間違えた、全然相場が分かんなくてちょっと無理して$600みたいな、ちょっと高めの家にシェアハウスしちゃって、ほんでだんだん金なくなってってご飯食べれなくなってて、毎日バナナなんか1本みたいな生活をしてた時があって、そしたら通ってた学校のなんていうのシステムエンジニアリングなんていうのエレベーターの整備のおっちゃんみたいながすっごい毎日ご飯持ってきてくれて、私がそのバナナしか食べてないって言ったら、ほんであの人も、多分ナチ違うカナダしかもカナダ移動なんかできるよそっか気持ちだけやもんな。違う本当に以前日本人の女の子にすごく優しくされたのがすごく嬉しかったからっつって私ずっと面倒見てくれて、結局日本に来て一緒になんて旅行したりするぐらい仲良くなって、おじちゃんやったけどすげえ、しかもそこに別にセクシャルもなんもないね。ああいやもうただただ優しさ、その優しさちょっと忘れられへんくて、もうほんまでもちょっと最後の方連絡めんどくさくなってちょっと無視するみたいなことがあっちゃったりしたんだけどそういうとこがあんねんけど、ちょっとそこは悪かったけど、なんかもう外国で受けた恩っていうのは一生忘れられへん。なんかそうやって旅行の醍醐味でもあるやん。俺今でも全部それなってるから。ずっと、これまだあんた旅行中やもんな。じゃあ私恩売りつけまくるからなじゃあ最後さ、なんかまだ行ってない国で行きたい国とかある？オッケー。ゆうきはもう決まってある？それって決まってる。俺別にそこまでここ絶対行きたい。俺は国はないけど、この瞬間はある。だから先にモーメント。言う前にちょっとおすすめ、タイおすすめやでっていうのは言っとくけどな。今なんか太陽って言った。違うさ、サーンじゃない。お前イーロン・マスク友達？違う。ロケット乗って旅行行くの？あいつ飛ばしてたもの、なんか衛星とかね。違う。太陽行きなって、I was likeタイランドは私も行って本当に素敵な国やったから、そこはちょっとおすすめやでっていうのが一個と、私が行きたい国はアイスランド。絶対行きたい。自然を感じたい。Cool。俺も。お前この国？No。最後瞬間は、ワールドカップ、サッカー大好きだから。確かに。で、これって最後までワールドカップやってる国じゃなくて、ワールドカップの決勝が決まった瞬間、じゃあ例えばブラジル対フランス、でそれなった時に友達とどっちが勝つかをかけて、もうギャンブル、今年はじゃあブラジル勝ちそうでブラジルに行って、国がワールドカップ勝つ瞬間にその国にいたいの。なるほどね。like パーティーって絶対乗り越えないと思う。国自体がもう大盛り上がりやもんな。爆発するから、負けてもクソっていう飲みパーティーも多分楽しめるけど、でもやっぱ勝ちがな、それをずっと狙いたいの。じゃあもうあと4年に1回やから、そのチャンスを逃すわけにはいかないね。でもそこまでいったらコインフリップやん、ギャンブルが。確かに絶対どっちかやもんな。それが俺が行きたい国です。じゃあ素敵なロマンを追いかけてください。